や皆さん、こんにちは。今日のライブショー、今日も、ユーマスのライブショーになりました。で、本日の担当は、千葉大の野本が担当しています。このライブショー、普段はですね、本来は、東京の北の丸の科学技術館の方で行っているライブショーで、スライドとかって出ますかね、いつも出しているスライド。科学技術館の方で行っている、ライブショーになりまして、本来ならば、ドームシアターを使って、コンピュータシミュレーションを中心とした、いろんなシミュレーションとか、天文だったり、分子の話題なんかを話しているシミュレーションになるんですけれども、新型コロナの関係で、ドームが今閉まっていますので、昨年から、こちらのリモートの方で、オンラインの方でライブショーをやっています。で、本日、私、野本が担当になります。で、今回は、スライドありがとうございます。これまで私何回か担当してきまして、大体分校実験のライブショーをやってきました。で、これまでどんな感じのことをやったかっていうのを少し紹介してみたいと思いますが、最初にやった実験はですね、解説光子をとか、プリズムを使って光を分けるような実験をまずはやりました。白い光とかですね、そういうのを解説光子、今日も一応あって、これですね。こういう解説光子を使って、ちょっと虹色に見えるものを使ってですね、光を分ける実験を、やりました。で、いろいろ、蛍光ペンの分光とかもやりましたね。で、それで、その時は、あとドリンクとかですね、下敷きの、色の光の吸収のとかを見ることをやっていました。で、また2回目は、それとはまた違ってですね、光を使って、表面張力を測るような、そんな感じの実験もやっていました。で、その後、何をやったかというと、もう少し、今解説講師を使った最初の時にはですね、単に映してみるだけだったんですけれども、ちょっと一眼カメラを用意しまして、そこに、それで分光器を作っていまして、いろんな光源の、いろんな光のスペクトルを見るというのをやっていました。何を見ていたかというと、この時何を見た？蛍光灯、左上ですね。あとネオンランプを見たりですね。あと LED とか、蛍光灯は蛍光灯でも、白色の蛍光灯と三波長型ではスペクトルが違うとかですね。そんな感じで、同じように白く見えるもの、オレンジに見える、ネオンランプはオレンジなんですけど、同じように白く見える蛍光灯や白色 LED でも、実際のスペクトル、光をこう分けてみると違った分布になっていることが分かりました。あと、それだけではなくてですね、蛍光ペンみたいな、ああいうものの、領域を用意しまして、それの傾向とかですね、あと、ここに出ているのはエタノールとシクロヘキサン。同じように見える、透明で、一見同じような色に見える液体なんですけれども、光を当てると、そこから、当てた光とは違う光が出てくるっていう、で、そのスペクトルを見るっていう感じのことを、やっていました。で、4月、4回目です。私4回目にやった時には、炎色反応のスペクトルもやっていました。興味あったらそちらを見ていただければと思いますが、いろいろ高校の、科学でよく出てくるナトリウムとかですね、ストロンチウムとかバリウムとか銅とか、そんな感じのもの、よく色をこう、大学入試で覚えたりすることはあるんですけれども、なかなかスペクトルを見るという機会はないと思いましたので、いろんなスペクトルを見ていますと、ナトリウムとかですね、他の分子、バリウムとかストロンチウムなんかでは全然スペクトルの形状が違うということが分かったかと思います。あと、その炎色反応を使ってよく利用されている、代表的なものとして花火のスペクトルも見るなんていうこともやっていました。結構長く、長く火がつく花火を用意しまして、それの花火のスペクトルが時間とともにどんな風に変わっていくかっていうのも、録画してお見せしましたので、そちらも4月3日の方の配信を見ていただければ、花火がどんな元素の炎色反応でできているのかっていうのがわかるかと思います。
はい。ということで、本日なんですけれども、何をするかと言いますと、何をしようかと言いますとですね、やっぱし分光関係の、ライブショーをやってみようかと、光を分けるシミュレーション、ライブショーをやってみようかと思うんですけれども、今回はですね、お家でもできる、光を分ける、実験をやってみようかなと思います。ということで、ここに今日用意しましたのは、これ、CD と DVD ですね。CD とか DVD、これまで、前回多分これまで使った解説講師と同じでですね、結構虹色に見えるのがよく使っている方はわかるかと思います。で、これは、やっぱり光を分けることができます。これを使って、分光器を作ってみようというのが、今回のテーマになります。で、今、ここで CD と DVD、CDR と DVD-R を用意しました。で、それ、顕微鏡で見てみるとどんな感じになっているかって言いますと、今ここで画像として出ているような感じになっています。左側が CDR で、右側が DVD-R です。これ昨日顕微鏡で撮影したんですけれども、溝になっているのがわかると思います。なんか線がしましまになっているのがわかると思いますが、これそれぞれしましまの間隔が決まってまして、CD の場合には 1.6 ミクロンくらい。で、DVD の場合には 0.74 ミクロンというふうになっていて、その間隔の違いが、記録密度とか容量の違いになっています。そして、光を分けるときも、この間隔の違いによって、光の分かれ方が違うということになります。で、まずはその CD とか DVD を使った分光器を作るところから始めてみようかというふうに思います。ということで、今、ここに DVD を用意しました。CD も大体同じなので、まずは、これ DVD-R ですね。CDR も用意しましたが、普通の音楽用とか映像用の CD を切ってしまうともう、映像、再生することができなくなって、皆さん悲しみますから、やるときには、DVD-R とか CDR の使ってないものを選べばいいと思いますが、まずはこれを切ります。CD の場合はこれでパキッてやれば割れますが、DVD の場合は、これ2枚重ねに2枚が貼り付けられているので、裏側と表側と両方とも切れ込みを入れた方が、折れやすくなっています。こんな感じで割れます。で、ちょっとこれだと大きすぎるので、もう少し小さく切ります。はい、これで、これをパキッてやるとこう割れます。で、これ DVD の場合にはですね、これ、実は2枚重ねになっています。2枚重ねになっているので、こんな感じで、2枚分けることができます。で、この場合には結構綺麗に透明に出てきました。で、出てこない場合もあります。で、CD に関して、同じように切れ込みを入れてやって、割ってあげると、割れない。もうちょっと頑張る。CD に関してもこうやって、割るとこんな感じで割れます。で CD に関しては2枚重ねじゃなくて1枚なので、これをどうにかして、ちょっとさっきみたいな透明なものにしたいというふうに思いますので、ここでガムテープを用意しました。で、ガムテープを CDR のこのラベルの側に、貼り付けます。貼り付けて、で、これをピロッと剥がすとですね、こんな感じで剥げます。で今、ラベルしか剥げてなくて、まだこっち側銀色なんですけど、もう一回くらい、こうやると、結構透明になります。で、これで、CD を使った解説講師と、あと DVD を使った解説講師の2種類が出来上がりました。で、これを使って光を分ける実験をやってみたいというふうに思います。で、本日、ここに光を用意しました。
蛍光灯と、あとこれは写真用のライトボックスなんですけれども、光を用意しました。で、ここには iPad を用意しています。で、iPad を用意しまして、そこに、今ここで、作った、この、CD をちょっと、ここの iPad、ここのところにカメラがついてますから、カメラの前に、カメラのところに、この今、切った CD を貼り付けます。こうやってこういうふうに貼り付けますね。貼り付けました。で、見てみましょう。こうなります。見えますかね？ちょっと見づらいかもしれませんが、こんな感じになります。分光されてますね。ちゃんと、光が分かれているのが分かるんじゃないかと思いますが、よくよく見ると、これ、普通の虹な、ここのライトボックス見てみますが、虹の長い色とは全然違った、なんか白かったり、黄色かったり、なんか青かったりする、そんな感じに見えています。上の、蛍光灯の方も、黄色が見えたりしますね。で、これ、実は、ここの向こうがすごく大きな、広い、この、光ってるエリアがすごく広いからこんな感じになっています。ここに今、スリットを用意しました。で、スリットをこう、つけるとですね、これを蛍光灯をまあ垂直にするとかですね、スリットをつけたりすると、こうなります。はい、さっきまで、いくつもの光が見えていた。これだとこの時にはこういろんな色の光が見えていたかと思いますが、ここに1個スリットを入れただけで、こっちだけですね。1個スリットを入れただけで、こんな感じでですね、実は、横にこう幅広だったものが、ちゃんとこう光をスリットにして、細い光にするだけで、この、ライトボックスの光が、1、2、3、4、だいたい5つくらいの、5種類くらいの、光からできているということが、わかるようになったかと思います。こんな感じでですね、単に CD を使うだけで、結構きれいに、光を分けることができます。はい、蛍光灯だとこんな感じですかね。蛍光灯だと、縦にするとこんな感じでそこそこきれいに分けることができますが、もちろん、ここにスリットを入れるとですね、もっときれいに、光を分けることができます。で、これ、どうしてこんな感じで、光が分かれるかということなんですけれども、少し、簡単な原理の説明の、図を作ってみました。で、まず、光って、波なんです。光って波なんですね。ここで今出てきました。しましまが上向きに進んでいますけれども、光って波なので、まあ、水の波とかと違って、まあ、電波というものの波なんですけれども、それがある一方方向に進んでいます。で、ここに、スリットを1個用意します。そうするとですね、で、穴の開いたスリットを1個用意するとですね、こんな感じでスリットの先にはですね、色が、下のところ、スリットの手前は、まっすぐ、しましまが上がっていましたけれども、そこに1個だけ穴が開いてた後はですね、こんな感じで、全体に広がるようになります。まあ、回折現象というふうに呼ばれるようになります。で、これ、左側に、ちょっと少し左側に穴が開いてますが、まあ、右側に穴が開いていた、1個穴が開いていた場合も、こんな感じになります。で、一つ前の、ここの穴と、この次の、ここの右側の穴、2つが同時に開いていたらどうなるかというと、まあ、こんな感じになります。で、ここでですね、気がつくのはですね、ここの、真ん中のところには、元の下から来た
しましまと同じ方向にまっすぐ進んでいますが、それとは違う斜め方向に進んでいる、そういうしましまが見えるんじゃないかと思います。これがさっき見えていた光のスペクトルになった元になるような、そんな光です。どういうことかと言いますと、光波なので、ちょうどですね、右側のスリットから出た波と左側のスリットから出た波が重なり合うことができるような、強め合うことができるような方向っていうのは強くなるということになります。その結果、こんな感じでですね、2つの波が重なり合う方向にしましまがきれいに見える、くっきり見えるということになります。で、ついでに言いますと、必ずしも一方向だけではありません。重なり合う方向、2つの波が重なり合う方向というのはまたこっちの方向で、さっきの図でもこっちのもう一つのこちら側の向きにも、進んでいる波がありました。これだけだとまだ分かりにくいというふうに思うかもしれないので、少しこんな感じの動画も用意していました。まずは左側で左側だけに穴が開いているんですが、途中で右側にも穴が開きます。ここで穴が開くと、それぞれ広がっているんですけれども、それぞれ、しばらくするとですね、さっき最初に見えていたと同じように真ん中にまっすぐ進むのと、それに加えて、それと左右に見えるのと、さらにその外側に見えているような、そういうものが見えています。はい。で、それなんですけれども、ここで見るとですね、さっき、まっすぐ見えている。まっすぐ進んでいるものが、ここに解説講師として CD を置きましたから、まっすぐ見えているのはこの、蛍光灯ですね。で、最初の一次解説光って呼ばれる、すぐそばに見えていた光がこれで、で、二次解説光っていうのはここに実は見えています。はい。といったところでですね、CD は終わり。で、DVD だとどうなるかということなんですけれども、DVD も貼ってみましょう。DVD を貼るとどうなるかというと、こんな感じですね。DVD を貼るとですね、さっきとは違うところに、スペクトルが見えています。まっすぐスペクトルを、前方にスペクトルを見ようと思うとですね、この辺まで行かないとスペクトル見ることができません。で、もはや蛍光灯の光は、見えなくなっています。こんな感じでですね、それぞれ CD と DVD、感覚が、このしましまの感覚が違っていましたが、それに伴って、この見える角度も違っています。今、これが DVD の状態で、こ本当はこっちからあるはずなんですが、この前方に見えているというような状態になります。CD の場合にはもっと光源の方に近づけてもよくて、このところの角度が違っています。で、この角度なんですが、CD の場合はだいたい18度くらい。で、DVD の場合には計算すると、さっき出した図で計算すると35度くらいになります。で、その広がり方具合も違っているので、DVD の場合と CD の場合でですね、見え方が結構違っていてですね、DVD の場合にはここ、実は2本見えたりするんですが、CD の場合にはそんなものが見えなかったり、そんな感じのこともわかります。で、ただここ、こうやって暗い部屋だったらいいんですが、お家でやるにはちょっと不便かなということで、じゃあどういうふうにして、どういうふうにすれば、お家で使えるような分光器にできるかということになりますが、非常にシンプルで、ここに今ちょっと箱を用意しました。箱を用意して、こちら側に、スリットを用意します。で、こちら側にちょっと2つとも出したかったので、こちら側に CD を置きました。こっち側に、DVDR を置きました。で、それぞれ18度と35度の、18度と35度の場所に、あります。で、これをここに置いて、で、iPad を置きます。で、DVD。
はい、見えますね。はい、ここで見えている通り、ちょっと見づらいかもしれませんが、ここに、こんな感じでスペクトルを見ることができます。CD の場合は、ちょっと場所が、で、この辺に、こんな感じで見ることができます。でこんな感じでですね、ここに、光源のところにわざわざスリットを置かなくても、この箱のこっち側にスリットを用意して、こっち側に、その CD とか DVD を貼り付けてあげるだけでですね、分光器を作ることができます。まあ何もこんなに大きい分光器作る、こんな大きい箱じゃなくても別にいいですね。よく、まあ売られてるもの、よく皆さん、いろんなところで作られるものはですね、まあこれよりもうちょっと長い方が目で見るときに使いやすいですが、箱を用意してあげて、で、片方にスリットを用意してあげます。で、こっち側に、これ、見ての通り、ここに、CD を貼りました。CD を貼って、で、ここに、まあ、閉じてあげてですね。で、これで、こう覗いて、覗くと、まあ、スペクトルが見えるということになります。はい。というところでですね、こんな感じで、スペクトルを、よいしょ。はい、これですね。こんな感じでですね、DVD とかですね、CD を使って、スペクトルを見ることができる分光器を作ることができます。すごく、今、ここまでやった通り、すごく簡単です。もう20分経っちゃった。すごく簡単です。箱を用意して、片方にスリットを用意して、片方に CD とか DVD を、透明にしたやつを貼り付けるだけです。で、角度の方は少し重要で、あと光を入れる方向も、重要なので、ここの光、ここから、光がちゃんと入るように入れてあげないと前に見ることができません。といったところで、こんな感じで分光器を作ることができますが、まあ、もうちょっと暗いものを見たいなということがよくあるかと思います。で、どうすればいいかというと、デジタル一眼なんかを使ってあげるとですね、結構もっと暗いものを見ることができます。で、その場合なんですけれども、今やったと同じようにですね、解説格子のシート、解説格子を置いてですね、ここにスリットを置くだけでも、見ることができるんですが、結構暗いもの、例えば前回やった炎色反応とかだと結構暗いので、これだと、かなり暗く見えてしまいます。そこで、ここに虫眼鏡、レンズを置いてあげて、で、見たいものとスリットの間にもレンズを置いてあげると、もっと明るく、スペクトルを観察することができるようになります。で、そういうことができるようなものを、今日また用意していました。ここに、終わり。これですね。ここに用意していました。はい。デジタル一眼がここにあります。デジタル一眼がここにあって、で、ここに虫眼鏡を用意しました。で、虫眼鏡をこう箱にこう穴開けてくっつけて置いてます。で、ここにこんな感じで置きます。置きます。で、あと解説講師なんですけれども、今回、解説講師のシートをちょっと用意しました。売られている状態だとですね、こんな感じのシートとして、解説講師のシートとして、売られています。まあ、千数百円くらいで売られているものです。で、これを、少し切ってですね、こんな感じで丸い枠にはめて、ここに置いています。で、ここにこうしてます。で、スリットもまあないと不便なので、スリットも用意しました。まあ、これも、単なる黒い箱。これ全部、ここの、木もそうですし、これも、黒い箱も100円ショップで買ったものです。この、レンズだけはちょっと違って、ガラスのレンズ、文房具屋さんで売っているものです。で、ここに、これにもスリットを一応
用意しました。クラックするとね、見えますので。はい、用意しました。で、スリットをここに、取り付けます。で、今、この、分光器の方の、はい、これでこういう状態になりました。で、これの方にカメラを切り替えます。はい。で、これで今ここに、光を持ってくると、ほら、こんな感じで、見ることができます。見ることができるようになりました。ね、こんな感じ。蛍光灯を見るともっとわかりやすいですかね。で、ここでピントを少し合わせてあげると、はい、綺麗なスペクトルが見えるようになります。はい。ということで、こんな感じで分光器簡単に作ることができます。で、これ、せっかくなんで、これを使って前回やった炎色反応もちょっと見てみようかなと思います。炎色反応を見るために、ここに、今作った分光器をここに置いてます。で、そこの手前に、ここに、レンズを置いてます。さっき一つ前で出てきた、ここで出てきた通りですね。レンズがここにあって、あと、もう一個外側にもレンズが置いてあります。で、もう一個レンズが置いてます。で、そういう状態で、今からここに、ちょっとライターを、火をつけます。はい、黄色い線が見えていますけれども、これライター、実はこれ、ターボのライターなので、実は、色がつくようになっているみたいでですね、これ黄色の多分ナトリウムの炎色反応だと思います。で、他にも、これライター、ちょっと違うライターを、用意しますと、こんな感じのもう別のライターを、ここに私用意してですね、火をつけてみると、こちらの、色をつけるのはちょっと、違って赤い色がつきます。ちょっと見づらいですかね。ちょっと見づらくて見えづらくなってますが、見えてないですね。ちょっと感度を上げましょう。場合によっては見えます。ちょっと今日は見づらいですね。試したときは見えたんですけど。はい。ちょっと見づらかったんですが、まあ、黄色のナトリウムの方は割と綺麗に見えてましたね。すごく火がつきづらくなってますね。もう一回。一応これ暗いところでも安全に見えるようにと思って、はい、こんな感じですか。はい。もう一回試します。左側に見えてますね。上の方に赤色のスペクトルが見えるかと思います。はい、こんな感じで炎色反応を見ることが、できました。と、いったところでですね、炎色反応を見ることができました。で、他にもいろいろな、スペクトル見ることができます。
で、もっと暗いものということで、前々回お見せした、透明な色でも、透明なものでもですね、光を当てると散乱として他の色が見えるっていう、ラマン散乱の、実験もちょっと試してみたいと思います。で、今日はそのために、ちょっとレーザーを用意しました。はい、レーザーを用意しました。ここにレーザーを用意しました。で、その上に、レンズを2枚、これは虫眼鏡ですね。虫眼鏡2枚用意していて、ここにあるのはほぼ100円ショップで買ったものです。虫眼鏡とレーザーは、1800円くらいで売ってます。Amazon で買ったものです。で、それをここに、用意しました。で、レーザーですから、電源を入れるとですね、そこから光が出てきます。はい、こんな感じですね。ここにレーザーが今出るようになりました。で、今さっきスリットを使ってたんですけれども、ここから出る、光を、こんな感じでやるとですね、光が出てきます。散乱された光が出てきます。で、これを、ここに分光器、今、さっき作った解説講師を通してあげれば、分けられるというはずなんですけれども、このままだとよく見えないので、ちょっとスリットっていうか、ちょっとマスクのような1ミリくらいちょっと幅が空いたものを、この液体を置くところの直前に、置いてあげます。貼り付けてあげます。で、今この、これ、今日はベンゼンを今置いてますが、ベンゼンをここに置きました。で、ここで、さっき作ったものを再び、しまして、星を押します。で、ピントの方を、このレーザーに合わせます。で、これだと、あんましよく見えませんね。よく見えないので、感度を、感度を上げていきます。はい、どうでしょうか。なんだか、左の方に赤い線がちょっと見えているのがわかるんじゃないかと思いますけれども、これが実はラマンサンドです。ちょっと、今、調整の都合で、ほら、こんな感じでですね、赤い線が左側に見えているかと思います。で、ちょっとこれだと今のこの状態だと、レーザーの光がちょっと強いので、こういうものを用意しました。これ、写真用のフィルターで、SC54 っていう、結構レーザーの光をそこそこカットしてくれるものです。これ、昔は1000円以下だったんですが、今は2000円くらいします。で、こんな感じでちょっとオレンジ色のフィルターをですね、ここの、解説講師のところにポンと置いてあげます。はい、こんな感じでですね、はい、これで、ラマンスペクトルが、はい、見ることができました。これ、ベンゼンのラマンスペクトルですね。ベンゼンってどんなものかって気になるかもしれませんが、ベンゼンはですね、こんなものです。こんな感じの、よく皆さん、よく知ってる亀の子の形をした分子ですね。これのラマンスペクトル、になります。この図としては、ちょっと拡大しましょうか。はい。
図としては、一本一本これ、赤い線があったりですね、緑の線があったり、していますけれども、それぞれ分子の動きが実は違ったりしています。右の方の明るい、ちょっと明るい、この明るい、一番明るいところは、ね、レイリー3なんていうレーザーの光そのままなんですが、その左の、緑の光っていうのは、こんな感じでですね、輪っかがこう、ちょっと大きくなったり小さくなったり、そんな感じの振動をしているような、そんな感じのものが実は見えたりしています。他にももっと赤いところもありますが、赤い線はまた別なんですね。赤い線は何かというと、多分こんな感じでですね、この一番外側のこれ水素の原子なんですが、水素が動いたりしているのが見えています。そんな感じでですね、一本一本違ったものが見えているというのがラマンスペクトルです。で他の分子も見ることができます。次何にしよう。シクロヘキサンという分子だとですね、やっぱし違ったものが、違ったスペクトル見えてますよね。さっきのベンゼンの時とは違ったものが見えているかと思います。シクロヘキサンはこんな感じですかね。こんな感じのまた別の分子ですが、違ったスペクトルが見えるようになりました。で、最近皆さんよく手を洗うのに使っているエタノール、エチルアルコールなんかもですね、やっぱり違ったスペクトルが見ることができます。こんな感じでですね、実はこれ、100円ショップで、大体のものは100円ショップと、あと虫眼鏡と、解説講師のフィルムは、さっきも言った通り、別の Amazon で買ってるんですが、こんな感じでですね、結構お手軽に、スペクトルを取ることが、透明な、それぞれ透明なものですから、全然、一見同じように透明で、さっきのベンゼンも、エタノールもシクロヘキサンも、どれも透明なものです。パッと見ただけでは見分けはつきませんが、レーザーを当ててあげると違ったスペクトルから見分けることができるということになります。ね、こんな感じでいろいろ取っていくとですね、これエタノールですね、分子によって違ったスペクトルがこう見えています。水はこの、結構感度がないので、見づらいんですが、一応この、赤い線、この赤く見えてるやつが水の、ラマンスペクトルというふうに見えたりもします。ということでですね、もう40分近くになりました。今日、ここ1万円以下で、カメラはそこそこします。20万以上しますよね。カメラは結構高いんですが、それ以外のものは1万円以下でできちゃう。分子振動を見るためのスペクトルを測定するものです。ちょっと材料としてはこんな感じですね。実は1万円以下で作れちゃいます。ただし、これあんまし、どこでもやるにはちょっと向いていません。最初にお見せしたですね、普通のスペクトルを見るのは、皆さんいくらでもやっていただければいいと思いますし、ここの、デジタルカメラを使ってスリットを置いて虫眼鏡を置いて、普通のスペクトルを取るのは、いろいろ試していただければと思いますが、この今やったこのラマンスペクトルの実験に関してはですね、少々レーザーが強いレーザーになっていますので、ちゃんと、ある程度、分かって理科の先生とかですね、に聞いて、実験をもし、もう高校生よりも下の方がもし試したいなと思った際には、まずは理科の先生に聞いていただければと思います。そうじゃない場合にも、非常に、レーザー結構強くて失明の恐れがありますから、必ず目に入ったりすることがないように、レーザーって、いろいろ金属とかですね、なんか反射するものに当たると思わぬ方向に飛んでいきますから、注意して実験はしないといけません。これ、Amazon で1000いくらって書いてましたっけ？このレーザー多分 Amazon で千数百円で売ってるんですけど、クラス2、2っていうのは5ミリワット以下っていうことなんですけれども、実際に測ってみるとですね、実は全然そんなことじゃなくて、結構ハイパワーのレーザーになってますので、気をつけ、そのままでいくと結構危ないので気をつけないといけません。一応ここにパワーメーター用意しました。念のために。これで、今ここで出てるレーザー。
ちょっと、これを向けて、こうしますね。30ミリワットくらい出てますよね。はい、結構パワーが大きいので、もしもこれ試したいという方がいた場合にはだいぶ注意して実験をしていただけないといけないかと思います。というところで、この最後のこの実験はそんなにお勧めはしませんが、いろいろ、ご家庭にあるようなものでですね、分光器、いろんな分光器を作ることができます。特に最初の方のいろいろ分けてみる分光器は、CD とか DVD-R と、あと箱があれば作ることができますので、いろいろ試していただければと思うところです。というわけで、本日のライブショー、もう40分になりましたが、そろそろ終わりにしたいと思います。毎週土曜日、2時から3時半からアークライブシューを行っておりますので、今週はまた私がやりましたけれども、また来週以降、また違う方がやっていて、毎週違っていますので、また興味がありましたら、この時間にアクセスいただければと思います。ありがとうございました。